まあ、ちょっといつ戻りつっていう感じになりますけど、前回に向けて、まあ、前回って言ってもだいぶ前になっちゃって、なんかおぼろになって、何しゃべったかも忘れてですけど、拡張論の、関数字4の、関数字4のところの、前回、まあ、大体4のところの2ないしは3のあたりまでいったかなと思います。で、改めてちょっと前回もお話ししたことをちょっと繰り返しになるかと思うんですけど、少し前段で今考えていることについて、導入的にお話をして、それからちょっと本文、具体的に言うと本文の関数字4の3のあたりから今日で、主には今日は関数字5のところ、まあ、最後のところになりますけれども、に入っていきたいと思うんですけれども、で、ここで吉本さんが、まあ、かつて言語にとって美とは何かの中で、まあ、批判的に対決をしたソシュールの言語学と、まあ、改めて、まあ、向き合ってるわけですね。で、その中で生じた、なんていうのかな、こんにちは、どうも。ちょっと、こちらでもいいですし、どうぞ。こちらでも、もう、なんか、みんな大したことないし。ここはちょっと来る。そこはいいけど、前だ。で、なんていうのかな、僕はやっぱりここ読んでて面白いのは、その吉本さんがかつて批判をしたソシュールに再度向き合う中で、吉本さんの中に生じているある種のこう動揺っていうか揺れというのが僕はやっぱりすごく面白い。で、この吉本さんがソシュールに対して感じているであろうある種の揺らぎというか揺れというのの中にはいろんな問題を考える、僕はきっかけが潜んでいると思うんです。あらかじめあれですけれども、一応この拡張論読み終わったら幾何論へそのまま進もうと思ってるんですけれども、実はなぜこの後に例えばライプニッツの問題やスピノザの問題やデカルトの問題、つまり17世紀初期近代ですね、初期近代の、ヨーロッパの近代の思想の骨格を作った一連の思想家たちの問題を、特に幾何論あるいは自然論っていう形で続いていくわけですけれども、この問題を取り上げなきゃいけなかったのかっていう問題も実はこの拡張論の中のソシュールとの出会いの中で見えてきた問題の中に僕はあるような気がするんですね。で、前回お話ししたこととちょっと繰り返しっていうか反復みたいな面もありますけれども、ちょっとすみません。ここで大丈夫？見えますかね？もうなくなった。なくなっちゃった？何が？プリントなくなって、10部しかすらなかったから。10部だから足りるはずです。残ってるのはどこに置いてあります？残ってるのがどっかにあるわけですよ。柴崎さんなんかありますかね？ダブってんじゃない？これなんか同じのが。だから順番に送ってったんで。同じのが。じゃあそこに溜まってる。柴田さんの送別会で10年ぶりぐらいになってて、吉本に関心があるんです。ああ、そうですか。岡田さん、岡田敏彦さん。高崎の友好の教師をしてたんです。それは高崎で知ったんです。30年前です。それはそう。もしあれでしたら、じゃあちょっとコピーを。あるのはあります。はい。あった。
まだあるはずですよ。10部吸ったんで、あるはず大体前回と同じで大丈夫かなと。ちょうど10度だから。あるはず。どういうふうに取ればいいの？これ上から一つ各ずつ一部上から1枚ずつ取っていって10枚取って番号がですね、吉本さんのが434ページから434から444ページまでちょうど10ページになったな。それからこっちの方がですね、168ページから175ページまでですね。本当先生、もう一部ありますよね。それと最後に一部残るから。縦書きと横書きね。縦書きと横書き。ソシルの方が横書きで、吉本さんの方が縦書きです。じゃあちょっとすみません。ちょっとこれ配信する。いつも早く来すぎたかなと思ってもなんかもう始まってるっていう感じですね。皆さん早いんですよ。なんか早いよね。吉本さん1時間前に。行くところで遠くから来た方が来る方が昔から早いんですよ。大体今そう思うんですよ。何枚？学校で遅刻するやつってのは大体近いやつで、どこから歩いてくるやつは大体遅刻しないと早めに着く。理由はしょうがないんだよね。でやっぱり心配だからどうしても早めに。よろしいでしょうか。そのじゃあ、それで、じゃすみません、ありがとうございます。だからそれに一部二部ずつぐらいあるよね。そこにこれはワンセットじゃないですか。ワンセットではない。もう一部。もうちょっと、はい。だからもう一部あるっていう。中国輸入製のあれがもう一つあるわけですよね。これは十分してますね。そうか、これが重なってます。これも重なってますね。じゃあそれをそれも重なってますね。それも重なってます。はい、じゃあこれでちょうどワンセットです。そうですね。でこれでワンセット。これでワンセット。中国輸入製があるんで、6枚。はい。最後ですね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それじゃあ、ちょっと一部余ってるってことですね。9でいいんですね、ちょうど。それじゃあですね、ちょっと話、前説になるわけですけれども、この拡張論を読みながら、そして改めてソシュールを読みながら感じたのは、この19世紀の後半ですね、前回もお話をしましたけれども、大体1800、マルクスが資本論の第1巻出したのが1860何年でしたか、67年ですね、大体その頃、それからニーチェが道徳の系譜や善悪の悲願っていう著作を書いたのが大体1880年ぐらいになりますかね。でソシュルの一般言学講義はもうこれは20世紀に入ってから行われてるわけですけど、ソシュルのやっぱり考え方も19世紀の終わりぐらいから、その他、この後おいおい話していきますけれども、この19世紀の後半、特に終わりに近い、だから一般的な時代の区切りというむしろ世紀末というふうな言い方にちょうど対応する部分がある
この時期のヨーロッパの思想あるいは文学、芸術もそうですけれども、それにある非常に根本的な僕は革命が起きたというふうにどうも考えざるを得ないんじゃないかというふうに。でそれをとりあえずここで2つの呼び方で呼んでみたらどうかと。で今日お話をする最後のこの拡張論のポイントになるのはやっぱり価値という言葉だと思うんですね。で価値論、価値論という言い方そのものは述語としてはこれマルクスの用語ということになりますけれども、価値論あるいは価値論革命というふうに呼ぶことができるようなある種の非常にラディカルな思考の転換が起きたと。で価値という言葉は前回もお話ししたようにニーチェでも価値という言葉は使われています。ただしここで注意をしなきゃいけないんですけどこの19世紀の末から20世紀の初めの頃価値という言葉はヨーロッパの中で大雑把に2つの形で使われています。一つはこれは今これからおいおいお話をしていくこの3人ですね。マルクス、ニーチェ、ソシュール、これらの思想家に共通した形で扱われている価値の概念、これは非常に理解するのは難しい。今言ったようにある根本的な革命の結果というか思考の革命というものを表そうとする概念として逆に言えば価値という概念が使われている。でそれに対してむしろ当時のヨーロッパで一般的な意味での価値っていう概念が典型的な形で使われていたのはむしろ新関東派とか、新関東派周囲というか、要するに最後のドイツ関連論の、系譜で特に価値という概念に関すると誰になりますかね。ヘルマン・ロッツェとか、ロッツェは新関東派では確かなかったと思うけれども、新関東でこの場合じゃあどういうふうに価値という概念が使われているかという、例えば新関東派に代表されるような19世紀のドイツ関連論の最後の系譜の中では価値というのはやっぱりそれ以前にあった伝統的なある種の内在概念っていうか、例えば徳とか道徳的価値とかっていうふうな言い方と、だから例えば非常に徳の高い人間がいる時にその人間の価値が高いとか、あるいはその思想でも芸術発揮でもいいです。あるものの中に内在的に備わってるなんていうのかな、価値っていう言葉を使っちゃうといけないんだけど、あるものに内在的に備わっている程度の高さとか、例えば美しさでもいいですし、それから道徳的な高潔さであってもいいし、それから人間一般で言えば徳の高さとか、そういったものにつながるような意味でのある人間であるとか精神であるとか芸術作品であるとか、そういうものに内在的に備わっているある種の水準っていうかレベルというか、そういうものを表す概念として価値という言葉は使われていたと。実はこのマルクスとニーチェとソシュールはそういう価値の概念を根本的にひっくり返すような革命をやる。でこの価値の概念をひっくり返すということは実は非常に大げさな言い方に聞こえるかもしれないけど、要するに古代のイスラエルと古代のギリシャから続いたヨーロッパの数千年にわたる思考の伝統っていうのを根底からひっくり返す意味合いを持っていた。実に恐るべき思考の革命、ヨーロッパの全思想史の中においても類例を見ないほど非常にラディカルな根本的な革命というのがこの19世紀の後半にこの3人の思想家によって行われたというふうに僕は考えています。でそれを表す概念がこの3人に共通して使われている価値という概念である。でもう一つここで自己性っていう概念は挙げておきました。自己性っていうのはもともとドイツ語でナハトレークリヒカイトっていう言葉なんですけども、これも前に確かお話をしたと思いますけどフロイトの概念です。
実は、フロイトは価値という言葉を直接は使ってないんで、ここには名前を挙げてないですけれども、実はこのフロイトが考えた自己性っていう概念とこのマルクスやニーチェやソシュールが使った価値の概念の間に非常に深い関連があると。でむしろ思考の革命とさっき申し上げた点がよりはっきりと明確に現れているのはこのフロイトの自己性っていう概念の方かもしれないというふうに思います。じゃあ一体どういうことなのか。この後の議論の中で例えば価値の問題を扱うこととで今日お配りしたプリントの問題とも関わってくるんですけれども、例えばフロイトソシュラス数字性と共時性っていう概念を使ってますね。でこの拡張論の中でも吉本さんが非常に執着をしている問題でもあるわけ。そういった問題にもつながってくるわけですけれども、例えば言葉という、ソシュールに関して言えば言葉というもの言葉というものを考えると普通は例えばすいません「い」という字が書けないんでここはひらがなです難しいよね。書けねすみません、ちょっともうちょっとこういう感じ。普通言葉言語でもいいですけど、この場合ソシュールで言えばこの言葉っていうのはランガージュだというふうに考えたらいいと思います。ソシュールの使っている言葉で言えば。すいません。顔入ってないよね。入ってない。入ってます。入ってない。入ってないね。ごめんなさい。よろしいですか。はい。すいません。で、ここで言うのは言葉の全面的な言葉の活動という意味でソシュールが使っている意味で言えばこれランガージュということになると思います。で、普通の考え方だとこの言葉ランガージュというものが成立するにはその前提として例えば語彙アーカイブですね、語彙、なんだろうな、それから文法、それから当時法はどういうふうに文を構成していくかというシンタックスですね、当時法、そういったものが先にあってそして実際の発話が出てくると。でここは、ソシュールで言えば、これもちょっとなかなか難しいんですけれども少し大雑把なまとめ方をすればここはソシュールが使った言葉で言えばラングということになると思います。つまりランガージュはまずラングがあって、つまり広い意味における言葉の使い方のルールですよね。ルールというものが先にあってでこれがあってそして実際の発話が出てくる。これも少し問題はあるんだけれどもここでも乱暴なまとめ方をすればこれはパロールということになると言っていく。つまりランガージュはラングが前提になってパロールが出てくることによってランガージュというものが成立をすると。これが一般的な言葉というものについての見方であったと。そうすると言語についての研究っていうのはここへ大体集中するわけですよね。このラングがどういうふうになっているのかと。つまりそれぞれの時代やそれぞれの国における、例えば語彙の在り方であるとかそれから、特に重要なのは文法ですよね。グラマーどういうふうな形で言葉というもの言語の体系が組み立てられているか論理が組み立てられているかあるいは、それと関連する当時法もそうですけどそういう形でここへ大体研究が集中するわけですよね。ここで言語学というものが成立をする。で、これは今もちょっと言ったように語彙にしても文法、当時論は当時論としたけどこれは法の方がいいかな、当時法の方がいいかもしれないね。でこの特に語彙や文法っ
といったようなところを考えると、ここを対象にする言語学っていうのは当然歴史というものと結びつくわけですよね。あるいは、地域、ちょっとごめんなさい、字があれで、地域、例えば日本語という言語、英語という言語、朝鮮語という言語、中国語という言語という地域、それから、日本語でもあれですよね、古代から古代って言わないのかな、上古とか中古とかっていうのかな、ああいうふうな区別で、そういうものの中で言葉がどう変化していった、特にこのラングのレベルですね、ラングのレベルがどういうふうに変化をしていったかっていうことが、大体によって言語学の研究の中心的なテーマになってきた。これはソシュールは歴史言語学科というふうに呼んでるわけですね。さて、そこでソシュールの言語学、例えば吉本さんもそこのところは非常に正確に捕まえているわけですけれども、例えば、どこを見たらいいかな。例えば今言った漢数字の4の2の、漢数字の4の、中の3用数字の2のところですね。前回この辺りを中心にして見たわけですけれどもその2のところの、ちょっと先行ったところにソシュールの引用がありますね。ソシュール同前第一編一般原理第3章となっているところ、このように観察して初めて我々は状態が常に偶性的なものであることをよりよく理解するので、言語というものは我々がややもすれば抱きたがるビューソーとは裏腹に表現すべき概念を考慮して創造され配備された機構ではない。我々はかえって変化から生じた状態をそれが新たに取り込んだ意義を記すべく埋めざけるものでもないと見るのである。ある偶性的状態が与えられたと。この引用のところに現れているのがソシュールの言語についての考え方の非常に大きなポイントになると言っていいと思います。ここにやっぱり吉本さん目を向けている。で、吉本さん自身はどう言ってるかっていうと、その後に引用の後のところですね、当たり前のことが言われているようで本当は驚いて良い発見が語られている。誰も文法を考慮して言語を使うのでなく、すでに使われた言語の状態が文法を考えさせるのだ。実はこれなんですね。このことを、これが、実はこの革命ということの一番大きなポイントである。で、なぜ事後性というフロイトの概念の方がよりその革命の意味が明確になるかということも今の吉本さんの言葉の中によく現れている。で、繰り返しになりますけど、伝統的な言語学の中では言葉ランガージュというものをラングが先にあって、そのラングを元にしてパロールが出てくるという形のこういう順序で考えていた。ところがソシュールは実際に言語の中で存在するのはここだけだと言ってるわけです。つまり言葉、ソシュールの考え方でいうと、言葉というのは実際に発話された状態しか存在しない。今僕は現に喋ってるわけですけれども、言葉っていうのはこの今喋ってるこの瞬間にしか存在しないと。もしもう喋らなくなったらその瞬間言葉は消えているわけですよね。まさに発話っていうのはそういう形で構成されるわけだけれども、そうするとこれがあってこうだという順序ではなくて、実際に発話された状態、これも少しこういう分け方は乱暴で誤解を招きやすいんだけれども、ラングがあってパロールが出てくるんじゃなくて、存在するのはパロールだけなんだと。じゃあラングって一体何だと。
実はラングというのはそのパロールがつまり発話された偶然に発話されたある一回的な状況というものが存在した後に初めて出てくるもの。つまりこの実際の発話行為に対して事後的にしか出てこない。大げさに言えばこの時点で考えた時にはこのラングっていうのは全部丸ごとフィクションでしかないわけです。虚構でしかない。こんなものは実は虚構、いやもっときつい言い方をすれば捏造だと、捏造されたものに過ぎない。存在するのはここだけだ。ありもしないものを捏造した結果というのはここでラングと呼ばれている語彙の体系であったり文法の体系であったり当時法であったりする。こんなものは全部捏造されたフィクションにしか過ぎないんだと。そういう考え方を突き詰めていくとそういうふうになるわけです。で、吉本さんがたじろいでいるのは実はこのことに対してたじろいでいるわけです。実際に話すこと以外、言葉というものを考えるときに実際に話しているという出来事、これ以外は全て捏造された虚構に過ぎない。文法も虚構である。語彙も虚構である。極端に言っちゃうとソシュールの言語学って言語の見方ってそこまでいっちゃうわけですね。ソシュールがなんで生涯彼の言語学についての理論をまとめることがなかったのかっていうのもできなかったのか、僕は根本的にはここだと思う。だってこれ理論にできますか？存在するものは喋ってる偶然に発話している状態だけであって、それは瞬間瞬間に消えていく状態、いかなる固定かもいかなる継承かもいかなる形式かもいかなる実体かもできないような、その都度その都度現れては消えていく発話されている状態っていうものだけが存在する。言語においてはそれ以外は全て捏造されてフィクションに過ぎないなんていう言葉についての考え方、これで言語学の体系できますか？できっこない。実は一般言語学講義の話されている内容っていうのは基本的にはこの問題をめぐってそれでもなお言語というものについての理論的な考察を行おうとしたソシュールの苦闘の結果であると僕は考えていいと思います。で、実はマルクスもニーチェも同じ問題を考えていた。マルクスの場合を考えてみましょう。僕らよく、例えば、この本、値段が1600円とか我々は平気でこのハイイメージ論っていう商品には1600円の価値が含まれている。ここには二重になんていうのかな、錯覚というか盗作がパーバージョンが含まれている。一つはこの1600円という値段をこの商品の価値だと、つまり値段と価値、価格と価値を混同しているという錯覚ですね。しかしこれ以上に大きい錯覚というのはこの商品の中に1600円という価値が内在しているという考え方、これが最大の錯覚になる。よく考えてみれば分かるんです。この紙で、物質的な言い方あんまりしてもしょうがないんだけど、この紙が何十ページ分か何百ページかな集まったこれの中に実はそんな価値があるはずないわけですよね。ただこれはもう物質的に見れば紙の塊でしかない。そんなものに何で価値があるのか。でも我々は商品の中には価値が内在しているっていう日常的な意識の中で暮らしているわけですよね。だからこれはこれこれの商品にはこれこれの値段がつくんだと。マルクスはこれが最大の錯覚であり盗作パーバージョンであるということを証明するために資本論を書いたわけです。
でこれを証明する論理としてマルクスが使ったのは価値形態論という論理だった。じゃあ価値形態論のポイントってのは一体何なのかっていうと、商品には価値なんか含まれていないと。じゃあ価値って一体何か。価値ってのは交換の結果でしかない。物が交換された結果として現れてくるのが価値である。だから一つ一つのものに価値なんか存在しないわけですね。価値が存在するのはあるものとものとの間、交換という形で成立する関係、あるいは関係によって示されているものとものとの間にしか価値っていうのは存在しない。だからさっきの言い方で言うと、値段、そのものに内在しているというふうに考えられがちな、値段という形で内在していると考えられがちな価値というのは、ちょうどソシュールの言い方ではラムに当たるわけです。その価値はフィクションでしかないわけです。捏造されたフィクションでしかない。実際に存在するのは交換という事実、物が売り買いされるという事実。こんにちは。ちょうどだいぶいっぱいになって、椅子まだここに2つありますから、うん、2つあります。でも例えばマルクスの考え方の前提になったイギリスの古典派経済学の方と労働がまずあると。で労働が物に、生産行為に投下されて物が商品になる。そうするとその労働の成果として商品が作られた時にその労働が投下されて価値が生じて、その価値がこれこれになって定まるといういわゆる等価労働価値説と。これが一番典型的に展開されているのはデイビッド・リカードの経済学だったわけですけれども、僕は本当に尺に触るんですけど、マルクスは労働価値説であるというのは完全な間違いなんです。そんなものはマルクスは一言も言ってない。労働が価値を生むということ自体がこういう言い方自体が錯覚に過ぎない、盗作に過ぎないということを証明しようとしたのはマルクスの価値形態論である。だからマルクスも実はソシュールと同じ苦悩というか問題に直面するわけですね。リカードのように等価労働価値説で労働がまずあって生産があって物が生産されて商品になって、その商品に価値が与えられるって、こういう順序で説明したら非常に簡単なわけですよね。分かりやすい。でもこれは嘘だと。こんなものは嘘っぱちでしかないってことを証明しようとしたのが資本論。じゃあこれどうやって書くか。つまりあらかじめ価値というものを前提にしたり、あるいは価格というものを前提にしたり、あるいは労働が生み出す価値というようなものを前提にしたりするような論理というのが一切禁じられた中で価値というものについて語らなければいけない。商品について語らなければいけない。さらには貨幣から資本への道筋というものを明らかにしなきゃいけなかった。ここにマルクスの最大の苦悩というか、叙述上の苦悩が1850年代から始まったマルクスの資本論ノートの記述を見ていくと、これも前回お話ししましたがね、一番最初はやっぱりマルクスは生産から始めようとしてるわけですね。経済学の叙述の順序っていうのはやっぱり生産から始めようとしてる。これはイギリス古典派経済学と同じなわけですね。リカードと一緒であると。でもある時期からそうじゃないと。商品から始めなきゃいけないと。商品っていうのは交換の結果なわけですよ。つまり生産ではなく交換から始めなきゃいけないっていうふうに上手の順序が変わるわけです。ここにマルクスの理論上の最大の転換のポイントがあった。そうするとマルクスの場合も同じようにある商品の価値であるとか価格であるとか、
っていうふうに言われているものはもともと商品の中に内在しているものではなくて、交換の結果として事後的に現れている。やっぱりここでも事前と事後の逆転っていうのが起きるわけですよね。じゃあニーチェはどうか。ニーチェも実は全く同じことを問題にしている。ニーチェの場合はニーチェが使った独特な用語は遠近法という言葉ですよね。で我々の価値の見方というものについて考えたときに、実はそこにはこの遠近法上の錯覚というものが、転倒というものが生じている。記載として転倒という言葉、マルクスも使ってますよね。転倒という言葉で、ニーチェも使ってる転倒、価値転倒っていう言い方もニーチェはするわけで、じゃあこの遠近法転倒って一体何か。これはこの間もお話ししたかと思うけど、一番典型的なのはやっぱり道徳論のところ。道徳における善悪っていうのは一体何なのか。善悪っていうのはある関係の結果でしかない。ある行為がある。ある行為が行われて、その行為がたまたまそのある A と B との間である行為が取り交わされたときに、その結果が例えば A なり B なりにとって良い結果であるか悪い結果であるか。例えば、ニーチェが道徳の系譜で出している例っていうのは、金を貸す側と借りる側の関係なわけですよね。で金を貸す側は当然債権者として、金を借りる側は債務者に対して圧倒的な力の優位というものを持っている。でその優位に従ってその貸す側は借りる側に対してある力を振るう権利というものを持つと。でこの状態というもの、これ語呂合わせみたいにしてニーチェは道徳の系譜の中で言うわけだけれども、金を借りる債務を負うっていうのをドイツ語でシュルデンっていう言い方をするけれど、このシュルデン、金を借りているっていう状態がそのままシュルトっていうと、これはもともとあった金を借りるっていう具体的な意味が全部消えて罪という罪悪という。でニーチェはここからある人間が罪人である、罪を負っているっていう状態というのは、実は金を借りている状態と一緒なんだと。我々は罪という概念をある種の先見的なっていうかアプリよりな概念として、善悪でもいいです、悪でもいいし善でもいい、そういうものがすでにあるなんていうのかな、形状学的な基準に従って、あるいは神学的な基準でもいいかもしれない、そういうものによってすでに存在して、それの基準に基づいてこの行為は悪しき行為である、罪であるとかっていうふうな判断をしていると考えがちなんだけど、ニーチェはそれは完全な遠近法的転倒だと。そうじゃないんだと。存在しているのは金を貸す側と借りる側という関係だけなんだと。でたまたま貸す側は借りる側に対して力を振るう権利を持っている。そこはかなり露骨な言い方を道徳の系譜の中では知っています。ぶん殴ったり殺しても構わないぐらいの力というものを、金を貸す側、債権者は債務者に対して力の優位というものを持つんだと。そういう暴力的に相手を制圧する権利を持っているという状態、逆に言えばそういうものを負わされている状態、これが罪なんだ。だから罪なんていう形状学的な概念があらかじめあるわけではなく、存在しているのは、さっきも
ソシールが実際に発話された状態にちょうど当てはまる。要するにたまたま金を貸している人間と借りている人間のその関係だけが存在している。それ以外の一切の善であるとか悪であるとか罪であるとかそういったような形状学的概念今全部さっきの言い方で言えばソシュルのラングと同じように全て捏造されたフィクションにしか過ぎないというのがニーチェの価値の永久法なわけです。さあここでですねでちょっとそのままでいいですか、はい、次にどうぞ。交換がまずあるっていうのはすごく分かりやすいんですが、文法ラングが、パロールが先にあってラングが、そこはちょっと分かんないんですが、パロールを繰り返すことによってその中にですねSVO とかそういうのが浮き上がってくるわけですよ。そうそうそうでだとすれば実際にはそういうことソシュールもそう言ってるわけであるとすればね、パロールが先にあるっていうんではなくてパロールはあるんだけどそれがそういう形式の上にのっとった時に初めて誰かさんに通じるわけであって、そういう意味においてパロールが無からポッと出るんじゃなくてやっぱりそういうもちろんそうですよ。集積の中で歴史的な条件あるわとしてはけですよね。僕らだからその意識的に喋るんですよ。文法は S1 のそうただ一方で我々は文法なんか全く意識しないで、日頃自分のね母語であれば使ってるっていうこともまた事実なわけです、でもそれはそういうのにのっとってないのを言っても通じないから乗らざるを得ない形で寄るんである。2歳3歳で喋ってんじゃん。ついてんじゃん。2歳3歳。知らなかったら喋ってついてんいじゃん。やだからね、山田さんが言ってることも藤田さんが言ってることも真実なわけですよ。両方とも真実なわけです、だからねここでだから何度も言ったようにねさっきソシュールは非常に苦悩してるわけですよ。自分の言語学ってものを作ろうとする。山田さんが言ったことは当然なわけです。言語は言語として成立するのにコミュニケーションの手段にならなければネオロジスムって言葉があるけれども、精神疾患を負った患者の一つの特徴的な症状の一つがネオロジスムっていう造語しちゃうわけですよね。自分で勝手に言葉を作る。もう絶対通じないわけですよ。さっきソシュールが言った言い方とじゃあネオロジスムつまり勝手に造語された言葉が通じないという、もう一つのテーゼの関係って一体何か、ソシュールは悩んでるのはそこだと思う。極端に突き進んでいけばっていう言い方をしたけどソシュールの中には絶えずこのね思いがあったはずだと思うんですよ。発話された言葉だけが実在すると。それ以外の一切の言語の要素っていうのはフィクションにしか過ぎないっていう思いっていうのがね。でそれは何度もっていうかねああいう言ってにそれまでにあった言語学に対する非常に強いソシュールの批判意識の表れといってでこれについては吉本さん自身もねこう言ってますよね。今言った、さっき言った引用のもう一つ次の引用があるんで、ね、通じ的な表現ここのところはちょっと後でもう一回問題にしたいところだけれども、やはりソシュールのもう一つの、通じ論的なものと教示論的なものとの対立はあらゆる点に現れるというところから始まる引用でその後のところで吉本さんこれも非常にやっぱり吉本さん正確に読んでるなと思ったらここにはソシュールの反発生論的なつまりねこれがあってこっちが出てくるっていう考え方っていうのは発生論なわけですよ。通じ論って言ってもいい時間の順序で考えるわけこっちが先にあってこれがあってもなってくる。だからソシュールはその通じ性っていう発生論的な時間の考え方通じ性ですねディアクロニックなそういう時間性っていうものを言葉の条件から全部取り払おうとしている、そうすると後に残るのはシンクロニックな共時性だけなので共時性っていうのはこれになるわけですよ。実際に共時性っていうのは一切の
時間の幅というもの、時間の流れというものを認めないわけだから、今ここしかない。だから必ずこれは、ここは共時線になるわけですよね。で、これは通時線になるわけです。つまり伝統的な言語学というのは全部通時線になっている。新人原子論の中で、除説の中でですね、吉本さんはですね、言語学者はその書かれたものを見て、書かれたものから要するに言ってると。でも、言語学者はそう書かれたもので文法とかあるって言ってるけど、こんな2人話さなければ、喋らなければこんな意味がないんだと。それを忘れてると、言語学者は逆に。で、逆に文学者と表現するものは、表現は独自性を持って発表してるんですけど、規範があることを全然逆に忘れてるじゃないかと。お互いどっか抜けてるよという言い方をしてると思うんですよね。で、これ要するに、概念と規範というところだったと思うんですけど、そこのところにそういうどっちかもお互い抜けてるよというところがあるので、今先生のどちらにも渡ってるっていうところちょっとそこまで話を進めちゃうとオーバーランになっちゃう。少しその手前のところでね。とにかく2つの条件、言葉は通じなければいけないっていう条件と、にもかかわらず言葉というのは教示的に今ここで話されている状態の中にしか言葉っていうのは存在しないという、これはそちらの一番根本的なテーゼだと思う。にもかかわらず言葉というのは通じなければいけない、コミュニケーションしなければいけない。だから交換の方はそれが見事に一致してるわけですよ。交換するということと、価値の存在。そこで価値っていうのは出てくる、だからマルクスの場合も同じなわけですよ。で、ソシュールの場合はちょっとそれが喋ることが即本当に要するにある文法性を持ってなければならない、というふうに言えば発話とそのラムがね一致するんだけど、そういう発想でもないわけですよね。もともとは違う。で、だからランが要するに発話する以前にラングなんか存在しないっていうのが、でも発話と同時にラングがなければ通じないんだから、同時にそれはだから交換と価値が同時に。じゃあそれをどうやって言語学的に説明するか。これがソシュールの言語学の課題だったわけですよ。それをそう考えたときにこのソシュールの一般言語学講義ってね、本当に稀有な本だなと。本ではない講義、本にはできなかったそれが現れてくるっていう、その難しさだと。パロールそのものの中にその文法っていうのは同時に発生しておるんだと考えれば価値論の交換と同じように。そんなこと言ったら狂人のたわごとでしょ喋ってるたんびに文法が同時に生まれているなんて考えたら、そういう一種狂人のたわごとみたいな。だから通じるんだっていう話だから、コミュニケーションがあるっていうことはある形式を持っているからであって、ちょっとねそこへ行く前にもう一言だけあれなんだけど、実はこれやっぱり僕はすごく面白いと思うのは、19世紀の後半になって相次いでねこういう発想がほぼ同時代的に現れてきたっていう事実ね。なんでこの時期にね、この時期のヨーロッパにこういう発想が出てきたのか。それまでのヨーロッパのね全文明史の伝統っていうか全思想史の伝統をひっくり返すような発想がね、なぜここで出てきたか。これが僕はやっぱり近代という時代の問題、近代っていう時代は17世紀から始まったわけだけれども、本格的にヨーロッパによって近代が成熟していくっていうか確立していくのは19世紀なわけですよね、言うまでもなく。でその確立された近代の形というのは産業社会と、あるいは資本主義社会という形で、このことと彼らがねこういう発想をするようになったってことには僕はやっぱり深い関係があるというふうに考えていいと思うんですね。でね、そこでもう一つだけちょっとね具体的に入っていく前にお話をしておきたいことがあるんですね。
ヘーゲルの問題になりますね。ヘーゲルに理性の高知っていう概念、ね、ずる賢い知という、これどういうことかっていうと、要するにこういうことなんですね。理性のコーチって個々人が私的にプライベートに自分が一人一人が私的にプライベートに行っていること、例えば今産業社会資本主義社会って言ったけれども、そのこれ産業社会あるいは資本主義社会っていうのを前提にして考えれば、個々人が私的に行うことってこれ金儲けですよね。金儲け、自分の私有財産を増やそうと必死になって金儲けをすると。でもその個々人が私的にそういう形で金儲けをしようと必死に頑張るということ、それはもちろん意図としては自分が金持ちになりたい、自分が豊かになりたいという思いでやるわけですね。ところがそれが意図とは違う結果を生むと。こういうと非常に抽象的で分かりにくいんだけれども、これ一番おそらくヘーゲルがこのことを考えたね前提にしていたのは、神の見えざる手だったと思うんですね。ここでヘーゲルが理性の高知っていうことで言ってるのは、要するに近代社会において、ヘーゲルももうすでにアダム・スミスを読んでいたし、資本主義経済というものがどういうものかっていうことはある程度知っていた。遅れたドイツだからちょっとヘーゲルの認識には限界があっただろうけれども、ただヘーゲルがアダム・スミスをかなり詳しく読んでたことは間違いない、ね、ドイツ憲法論なんかを読むとそれがよくわかるんで、そこからヘーゲルは一体何を掴んだかっていうと、それはおそらくこのアダム・スミスのこの神の見えざる手っていう概念、ここから市民社会ってどういう社会かっていうことの一つの根本的なイメージを掴んだんだと。それは何かっていうと、個々人が必死に金儲けをしようと思って、自分が豊かになろうと思って、経済活動を行う。でそれは意図としてはあくまで私的にプライベートに豊かになりたいという思い。ところがそれがより集まって市民社会っていう社会を市民社会というものを作って、集合的な社会を作っていった時に、結果としてその個々人の私的な行為、私的な金儲けをしようとする行為というのが社会全体を豊かにしてくれると。だから個々人がエゴイスティックにプライベートに勝手に金儲けをしようというふうに自分勝手に動いているように見えながら、社会全体としてはそれが個々人の意図を、いわば裏切るような形で社会全体の公的なパブリックな、豊かさというものにつながっていくというのがアダム・スミスの神の見えざる手の意味だったわけですよね。でこれをほとんどそっくり受け継ぐ形でヘーゲルはこの理性の高知と、理性っていうのは非常に神の理性っていうのは非常にずる賢いもので、いわば神っていうのは自分のこの手の中で人々をこう遊ばせると。だから
実は操られていることも知らずに個人個人が自分勝手に行動しているように思うんだけども、実は神の操り人形っていうかね、手によって操られて最後はある予定調和的なゴールへと向かっていくんだと、こういう考え方。もう一つついでに言うと、この考え方アダム・スミスとほぼ同じ時代にフランスのマンデビルっていう、マンデビルは経済学者っていうのがね、なんていうのかな、あの人は社会学者、風刺家。うちのグの字がちょっと書けてないです。すみません。言ってくれるか。はい、理由はです。本当にもう漢字が書けない。私もです。で、このマンデビルの8の偶話って本で一番有名な言葉は、ちょっとアダム・スミスのこの神の見えざる手とある意味で重なるような、こういう言葉です。これがこの本の中で一番有名。公益だけでいいかな。つまり自分のプライベートな欲望というものを追求することが結果的には公益、つまり社会全体が豊かになるという結果をもたらすんだと。でね、さあこのアダム・スミスやマンデビル、あるいはヘーゲルの理性の構築というような考え方、ここから何が引き出せるか。ここに近代社会っていうものの在り方をね、考えるときに非常に重要なポイントがあるんじゃないかと。確かにね、ここでまだ、17世紀、アダム・スミスは17世紀の終わりに生まれて18世紀、今大体同じ頃、ヘーゲルは19世紀に入ってそろそろだけれども、基本的に彼らは予定調和的な非常に楽天的なゴールというもの、公益というねゴールを想定しているわけだけれども、ただね、問題はここなんですよ。個々人の意図とは違う形でと、つまり個々人が自分の中で考えていることと社会全体において実現することの間にはギャップがある、食い違いがあるいうことにももうすでに彼ら気がついてるわけです。じゃあその食い違いがあった時にその食い違いをどういうふうにするのかっていうことで、アダム・スミスにせよヘーゲルにせよマンドビーにせよ、彼らはある種の予定調和的な最終目的というものを想定して問題を解決する。でももうここに食い違い、つまりこと全体の食い違いというものが生まれている。でね、これをちょっともう一言ヘーゲルに即して考えてみたんですけどね。
う一回ここへこう帰ってくるっていうのがあるんだけど、まあ、非常に大雑把なね形でヘーゲルも哲学を図式的に要約すると僕はこういうふうになるだろうと。まず精神というものがあると。でこの精神が自分の外側に向かって外化あるいは、対象化すると自分自身そうすると客体が生まれると、まあ、だからこの精神は別な言い方をすれば主観と言ってもいいわけだ。で客体をしてそしてまあこれ帰ってくると客体化された精神としてもう一回ここからこう戻ってくる。でこれはヘーゲルのもっと別な言い方をすればここが阻害となってでここが阻害の解消と。いうこういう順序になるわけですね。こういう形で動いている。発生論ってこれなんですね。発生論ってのは何かっていうとこういう図式でものを考えるものを捉えるっていうことだからまず大元に精神とか主観とかこれはもうちょっと別な言い方をすれば本質と言ってもいい。ね、でそれに対してこれが現象だと。本質にあたるものとして、まあ、ヘーゲルは精神という言葉を使ったわけだけどそういうものがまずあってそれが先にあってそれが外化とか対象化という形で客体化されるつまり現象化されると現れてくると外側に向かって現れてくるとそして、最終的にはそのもともとあった精神とその外に出て客体化されたもの、まあ、これも精神の形なわけだけどそれがもう一度元にある精神のところへ帰ってきた時に、その阻害が解消されるというこういうサイクルでもってヘーゲルは思考するわけですよね。物事を考えようとする歴史も、社会も、全てのものを基本的にはこの図式で考えようとする。問題はこの後ですね。ヘーゲルはここの関係というものをいろんな言葉外化っていうエントーセルムっていう言葉あるいは対象化フェアゲーゲンシュテンテルギュそれから阻害とエントフレンドという言葉まあいろんな言葉を使ってるわけでねヘーゲルの中にある種すでに僕は揺らぎがあった揺らぎがあったはずだそれは何かっていうとここは絶対的な同一性なわけですよね A イコール A というのが無媒介に成立している段階でところがヘーゲルの中ではここが無媒介に同一で成立しているこれだけでは何にもないヘーゲルの論理学って面白いんだけど無から始まるわけ論理学でいうとこの無媒介な同一性の段階って無でしかないまだ何もない状態で非同一性で初めてここで何かが生成してでもう一回帰ってきた時初めての存在っていうのが現れているとだから同一性自体は無でしかないこの辺りがね僕はやっぱりヘーゲルを考えるとすごく面白いところだただの同一性ではね何も存在してないんだとそこから外へ出る阻害されるということがどうしても必要だと
なんでこういうことを考えたのか。さっきの自分の意図を裏切ってっていう、つまりこと全体の間にはすでにある種の食い違いっていうかズレが存在するっていうことをヘーゲルは見ていたっていうことだと思う。もちろんヘーゲルはそれをもう一回媒介された同一性として元のところへ回収すると、同一性と非同一性の同一性っていうなんかお経の文句みたいな言い方をヘーゲルはするわけだけど、この同一性と非同一性の同一性という形で、確かに最後にもう一回精神へと回収されていくんだけれども、しかしヘーゲルの中にはすでに市民社会っていうのがある種の逸脱やズレ、あえて言えばひび割れというか矛盾というか、そういうものを含んでいると。つまり個々人の存在というものが社会全体、あるいはその社会全体として現れるような普遍性というものに対して絶対に合致しない、そこに必ずズレがあるんだということをヘーゲルはすでに知っていたと。さっきのソシュルたちの話に戻すと、じゃあここを全部ここだけだと、ここを全部取っ払っちゃう、こんなものはいらないと、こうなる。そうするとここだけ残る。つまり阻害されて現れてたもの、この現れ存在するのは現れだけだ。現れの以前に何か現れを現れたらしめるような第一原因とか本質原因のようなものっていうのがあると考えてはならないっていう発想までは、実はヘーゲルの思想の中でもう一歩のところまで来ているというふうにもあると言えるわけだからこそヘーゲルからマルクスが出てくる。もちろんマルクスにしてもニーチェにしてもヘーゲルを非常に厳しく批判をすることによって自分たちのさっきみたいな考え方が出てくるわけだけど、しかし実はヘーゲルの図式の中にもすでにこの図式の中にある種のひび割れ、ここのところでひび割れというのが生じている。このヘーゲルによって発生論的、いわゆる発生論的な論理というものがギリギリ極限まで推し進められることによって、実は発生論の論理自体にある種の亀裂が生じているっていう条件が、いわばポストヘーゲルの時代、ヘーゲルは1830年ぐらいだったかな、亡くなったのが。それ以降ということで、この後さまざまな模索が始まるわけですよね。ヘーゲル左派もそうであったし、それから何よりもニーチェの前段というか前提に出てきたのはショーペンハウアーだったわけ。それからキルケゴールもそうですね。キルケゴール、ショーペンハウアー、ヘーゲル左派と。で彼らはポストヘーゲルの中でさまざまな模索をやるわけです。ただ彼らの、やっぱりショーペンハウアーにしてもキルケゴール、キルケゴールはまたちょっと別に考えなきゃいけないんだろうけれども、特にヘーゲル左派との関係で言えば、やっぱりそのヘーゲル左派の段階でもまだある種のなんていうのかな、ヘーゲルの尻尾というか斬首というのは、これも評価難しいところだけれども、そのヘーゲル左派におけるヘーゲルの尻尾っていうものを一番僕が象徴しているのがフォイエルバッハの類という概念だと思うんですね。でこれはマルクスの初期にも受け継がれた。ある意味では僕はマルクス、初期マルクスから後期のマルクスへ至る流れの中で一番重要なポイントになったのは類、フォイエルバッハ的な意味における類の概念の克服だったと思う。
なぜかっていうと類っていう概念を出していく限りはそのさっきヘーゲルが先駆的に見出したこと全体の間のひび割れ矛盾というものを徹底的に原理的に詰めることできなくなっちゃうんですね。どっかで類っていう概念によってその矛盾っていうのは解消されてしまう。実際フォールバッハの哲学はそういう構造になっていた。フォールバッハの場合はその類の実質というものを基本的には自然というところに見出して自然における合一というところへと見出していくわけだけど結局マルクスはこれを克服しようとしたんだと言っていいと思う。ついでに言ったさっきキルケゴールはちょっと別に考えなければいけないって言ったのはキルケゴールって僕はね徹底的ななんていうのかな個別主義って言ったらいいのかな。つまり類にあたるようなものを一切認めない立場っていうのは僕はキルケゴールの思想だったと思う。でこれはやはりそのヘーゲルの後っていうものを考えるときにすごく大事なものだ。絶対的な個別主義っていうかいかなる通訳性っていうか普遍性と通訳するような媒介項っていうものを設けずに個々の個別的なものの個別性っていうものを絶対的にひたすら追求していくっていう発想。これもまたヘーゲルの発生論的な考え方というものに対するアンチとしては非常に重要な意味を持っている。これがある面から言えばニーチェなんかにつながる面ももちろんあるんだと言っていいと思う、ね、ただこの辺はちょっとあんまり雑な言い方をしてると怒られそうだからやめますけどともかくそういう形でさあそうするとそこで今度何が問題になるか、そこでちょっとそろそろテキストの方を見ていきたいんですけどすでに、いくつかの点でしたんですけれども一番重要な、ソシュールに即していった時に一番重要なのがやはりこの通知性から教示性への転換というポイントだからヘーゲルの論理でいけばあらゆるものについての説明の仕方は通知的にならざるを得ないわけですね。時間ので通知的っていうのは別な言い方をするとその本質と現象の間の因果論的な関係で物事を説明するという説明の仕方になる。これこういうものがあるそれがゆえにこうだという説明の仕方。ね、一言いい？はいどうぞ。僕が今まで理解してたのが違うのかなと思ったんだけど、つまり精神が、客体外化する、と同時にしかしそれを意識が認識することにおいて、即時的に、要するに絶対精神になると考えますよね。だからそれが回収するっていう、そういうその時にそれは瞬時的に起こるわけですよ。つまり我々つまり人間の意識を通して対象を認識するっていうふうに考えたわけだから、そうすると我々がここにカバンを意識した時にそれは我々の意識がこれを認識する瞬間において自己回収してるわけだから、そういうふうに考えると発生論的に言うんではなくて教示的に、つまりそれは同時瞬間に交換とあれが価値創出が同時と同じように外化したものは認識されることにおいて瞬間に回収しているわけだから、絶対精神の、思考というのは発生論ではないではないかと私は思っていた。それはヘーゲルの読み方の問題にもなると思うんだけれども、今山田さんが言った確かにねそういう読み方もクラシカル的にはおっしゃったように外化してそれをもう一度取り戻していくことによって絶対精神はなんだというけど、つまりそれが我々の意識を通して実現していくというふうにいうことを考えればそれは
数字的で言えるだろう。少し意地悪い言い方をね、山田さんに投げかけるとね、そうするとそれは教示的に瞬間的にね、意識の中で思うと、その瞬間 0.0 何秒かな、その瞬間を説明するために精神現象学ってあんなに長い本を書かなきゃいけなかったのかしら。その瞬間を今ね、山田さんの言い方をそのままそっくりね受けて、精神現象学って今山田さんが言ったそのプロセスを説明してるもんなわけですよ。あんなそのわずか 0. 何秒のところあんな長い本が必要だったちょっと今意地悪い言い方だっていうのはそういう意味だけど、つまりね、精神現象学っていう本そのものが、つまり精神の現象学、精神がどのように現象するかということを、まさにこの論理なんですよ。はっきり言うと精神現象学は基本的にはここからここはまだ書いてないんですよ。ここから、どの辺まで、この辺この辺、ここは書いてない。最終的に回収するところは書いてない。基本的にはここまでしか書いてない。そうするとね、今言ったヘーゲルの中にある種のこう両義性っていうかね、微妙なところがあるって言ったことにもなるんだけど、精神現象学を読んでる限りにおいては、その人間の意識っていうものが、これ意識に即して言えば、もともとある私の意識っていうものは二重化されるわけでしょ。私の意識と客体の意識というものに二重化されて、その二重化された意識が自分の意識としてもう一回回収されていくと。でその時に自分の意識はもはやプライベートのね、自分だけではなくて、より普遍的な意味を持った私というものに、私我々というものになりうるっていう風な順序になる。その一番最後のところは精神現象学が書いてない、まだ書いてないよ。だから精神現象学の中で主題になっているのは、私のもともとある無媒介な同一性としての私の意識というものが分割されて、分裂して自分と自分自身とのある種の分絶状態に入るという、そのことの必然性の説明になってるって僕は考えるんですね、精神現象。だからこそ精神現象学の中で一番重要な章というのが、短いですけど真ん中のところにある自己意識の章、主としもべ弁証法という形で言われる。で主っていうのは何かっていうと、私の側の極なわけですよね。私っていう自己の極で、それに対してしもべっていうのはこの客体化されて自分でなくなる側の極と。でこの主としもべ、自己自身と自己自身でなくなってしまう、自分の外に出る極との間の葛藤関係という形で自己というもの、あるいは自己意識というものを捉えようとしたっていうところに精神現象学のね、議論の一つのポイントがあるんだと。だから意識をそういうふうに分解して考えるとそうなるんだけれど、そういう絶対精神っていうのは人間の意識を通して認識されるんだということを考えていけば、そんなふうに我々は認識してないでしょと、さっきの言語と同じなんだけど、そうその通り。だから途端にもう回収してるんじゃないかっていう。いやだからね、実際には自己意識という点についてはそうかもしれないけど、今問題になったのはヘーゲルの説明論理、叙述の論理と。ヘーゲルは精神現象学を書きね、その精神現象学を書いた後に論理学を書くわけでしょ。それからエンチクロペディ書いて、でそして最後に法哲学へ行くと。そういうプロセスを経ることによって時間的な通知的な順序を、時間的にっていうだけじゃないね、教示的に言えばその我が我々になっていって、それが国家や民族というところにまで上昇していくというプロセスと、歴史もそうかもしれない。そういう形で同心円的に拡大させていきながら、この回収のプロセスというものを説明する、叙述の論理というものを作ってる。その一番起点に位置するのは精神現象学なわけですよね。そうすると今問題なのは事実として、だから逆に言えばね、山さんの言い方を逆手に取れば、ヘーゲルはさっきのね言い方でソシュール的に言えば我がそこにあるという事実だけのはずなところを発生論的にね、これこういうふうになってってこうなっていくんですよっていうふうな説明を叙述の仕方をしたんだと。
いう言い方もできるかもしそれれない。ならわかる。ヘーゲルはそういう説明をした。で、ソシュールは直接ヘーゲルのことはどうだったかあれだけど、少なくともマルクス、ニーチェ、あるいは、キルケゴールもそうだけど、彼らは皆直面したのはそういうヘーゲルの叙述の論理、自己意識で人間の自己意識というものをそういう叙述の論理に従って説明するというその説明の仕方に対して真っ向からぶつからざるを得なかったと。で繰り返しになるけども、そうなっていった最大の理由っていうのはやっぱりヘーゲルはまだ1830年だったけどね、彼が亡くなったのは。ところがマルクス先生をニーチェ先生を彼はもうかなり高度に産業資本主義が発達していった19世紀の後半のヨーロッパの世界、少し通俗的な言い方かもしれないけれども、産業社会が拡大していけば拡大していくほど個々人の存在の根拠っていうのは見えなくなっていくわけじゃないですか。巨大な産業システムと資本主義的生産システムというものの中に全部個々人が労働力として組み込まれていくことによって匿名化されね、その根拠という固有な根拠、自立性というものが最初のカントが考えたような個々人のアウトノミー、自立性というようなものはもう完全に強硬化されていくような社会っていうのが実現していっちゃったと。でこういう産業社会、19世紀的な産業社会の現実というものを目の当たりにする中でね、つまりヘーゲルはちょうどそういうものへと近代が、初期の近代がデカルトやライプニッツや、たちとともに初期近代がその人間の精神の自実性、自己の自実性というものを追求し、かつ同時にそれが同時に全宇宙の全宇宙存在の普遍性とどう合致するかということを神学の論理とは別な形で考えようとした。これが近代の始まりだったわけで、そういう流れから来た過程の一つの集大成っていうのは僕はヘーゲルだったと。でそこまでヘーゲルまで来た瞬間、デカルトからヘーゲルまでに至る近代の全般のね思考の論理というものがある臨界点に達し崩壊が始まった。でそこからマルクス先生はニーチェ先生をソシュール先生を出てきたと。今回ソシュールを久しぶりに読み返しながら、もしかするとこの3人の思想家の中でもある面から言うと思考の論理っていう面からするとソシュールが一番ラディカルなのかなっていうね気もしないでもない。さっき言ったように言葉っていうものを現に話されているその事実しか存在しないというところまで突き詰めていっちゃったら、もうこれ言語について語るどころの話じゃない。そういう問題、ソシュールって人はやっぱり恐るべき言葉っていうものを通してある恐るべき事態というものに、これ以上言ったらもう人間が存在するとか意識が存在するとかそういったようなことすら全部消し飛んでしまうようなある種の極限的な状態にまでソシュールの、ね、言葉についての思考というのは突き進んでいっちゃったんだなっていうのを改めて感じるんだよね。さあそこでですね、実はもう一つだけ価値っていう問題を考えるときにもう一つだけちょっとね触れておかなきゃいけない問題が、これだけだとね実はでそれでちょっと今日用意したちょっとプリントをご覧いただきたいんですけどね、これすごく僕ねやっぱ面白いなと思ったんですよね。まず吉本さんのこの沈黙の有味性の方にでちょうどこれ40年ですからほ
方言語にとって美とは何かが40年か42年か、言語にとって美とは何かが出版されたのは65年だからちょっとその後ぐらいになりますね。まあ、だから基本的にはやっぱり言語にとって美とは何かの問題意識のこう範囲の中で書かれたエッセイだと考えていいと思います。で、ここでこの沈黙の問題を考えたときに、沈黙って発話、発語あるいは発話と沈黙というものがここで対比をされている。いや、もっと言うと実は発話と沈黙はまあ等価であると。ちょっとこれ要約するのはすごく難しい点なんだけど、例えば、436ページの今436ページの後半あたりからになりますかね。ちょうど真ん中の言うまでもないことだが、私たちがただ言語あるいは言語についての学という場合、言語という概念は外的規範としての言語という水準に根拠を置いている。だからこの場合、言語は風俗習慣生活文化などの社会現象と関わりを持つという位相で考えられている。この位相では沈黙というのはただ何もないことというに過ぎない、どんな社会的現象とも結びつくことはできない。しかし言語という概念はある特定の答えや表現したものを言い換えれば発語という水準で考えた場合、沈黙とはただ単に何でもないことではなく、ある意味をもって存在していると考えなければいけない。で少なくとも言語にとって美とは何かの段階でソシュールに対して吉本さんが批判的であった根拠というのはここから少し見えてくると思う。つまり何かっていうと、要するにソシュールは語られた言葉しか問題にしていない。語られていない言葉がソシュールの言語学では対象になってないじゃないかと。これが僕は最大のソシュール言語にとって美とは何かの段階によってということですけど、でその段階における吉本さんのソシュールに対する批判のポイントだったと思う。だからこの沈黙、じゃあこの沈黙って一体何なのか。確かに沈黙は発話されなかったこと、発語されなかったこと、実際の発話には至らなかった。しかしそれが発語と同じだけの価値を持つ等価であるというふうに考えるとすれば、それは一体何だろうかと。でその時に一番面白いなと思ったのが、ちょっと細かいところはまた読んでいただいてなんですけど、例えば440ページの終わりの3行目のあたり、このあたりからの議論というのは僕は大変面白いかなと思ったんですけどね、440ページの3行目のところですね、終わり3行目のところ。沈黙の言語的な意味は明らかに人間の答えが現にここにあるという存在の仕方の根源からやってくる。ここなんですね、一つポイントはね。人間個々の存在の根源から沈黙はやってくると、言語的意味が。現にここにある人間の存在の仕方が有意味であるならば、沈黙の言語的な意味も有意味的である。もちろん発語も沈黙も同じところが根源的に発症している。そうだとすれば発語と沈黙とは本来的に同じことではない。もちろん同じことでもある。私たちは発語する場合、必ず沈黙を有意味に転化する。心的な反作用なしに発語自体が不可能である。でね、ここのところでこういう
これさっきの藤田さんじゃないけど、心的現象論に即だ、これ心的世界ですよね。あ、そうね。でこの前提があって、ここへこういう形で発語されたときに言葉の世界入ってくるわけだけど、ここには沈黙もあるわけです。でもこの沈黙はこの発語と地続きなわけですよ。だからこの沈黙が発語に転化するか沈黙のままで終わるかっていうのは、これはある意味では任意な状況になる。だからこそ逆に言えば沈黙のままにとどまった、言葉というのかな、沈黙のうちにとどまった言葉と発語された言葉というのは等価である。これは任意に置き換え可能なことだ。こういう形で問題なのはこれが前提にあってこうなるということだと。でこれが吉本さんの。で一見するとこれはさっきのねヘーゲルの発生論的な図式に見えるわけで、実際吉本さんの言語論はそういうふうに理解をされてきた。でもね、今回もう一回このハイメージ論の拡張論を読み直してみると、そんなに簡単なもんじゃないということが改めて見えてくる。吉本さんの議論をヘーゲル的な発生論の図式、あるいはそれと関連させた形で疎外論的に理解をするっていうのは、僕は吉本さんの読み方という一番大きな間違いだったっていうことを今になって非常に痛感するわけです。そういう読み方をしてきたがゆえに吉本さんの議論というのは誤解されてきたんじゃないか、特に言語にとってみてはそうじゃないと。じゃあそれはどういうことかっていうと、そこで気がついたのがですね、もう一回ハイメージ論に戻りますけれども、これ非常に面白いなと思ったところがあったんですけどね、こことちょっと待ってくださいね。ちょっと後で、先にですね、さっきの関数字の4の、3のところですね、4の3のところの、ちょっともう終わりに近い方になって、ソシュールの同前第2編教授言語学第4章と名付けられたところの、少し前になるんですけれども、そうか、その前のところから引用があって、実はここなんですよね。お分かりになりますかね。単行本だと68ページになってるんですけれども、私たちは思想というとき、その一番完璧なイメージを知らず知らずのうちに文字で表現された思想に置いていると。そのために文学芸術のように言語が美として行使された価値体の究極のイメージはかえって自己表出の無限の行使によって描かれるアモルフなゲル状の塊とならざるを得ないと。ところがソシュールはそう考えていない。思想はソシュールによれば語に表現しない以前限りは無定型な不文明な塊に過ぎない。思想はそれだけとってみると星雲のようなもので、その中では必然的に決められているものは一つもないと。でね、そうではないって言い方をしているんだけれども、実はこれは丸山慶三郎さんのソシュール研究やなんかによって、ようやく明らかにされてきた最晩年のっていうか最後期のソシュールのアナグラムの問題やなんかとも関わるんだけれども、ソシュールの言語思想というのは実は
葉というのは発話された状態の中にしか存在しないという考え方をさらに突き進めていることによって、なんて言ったらいいのかな、もう一つ深いっていうか、もう一つ踏み込んだ段階まで僕は言っているような気がするんですね。それは何かっていうと、これは本当に語るのは難しいんだけれども、この世界っていうのはここで吉本さんゲル状のっていうブヨブヨしたゲル状のっていう言い方をしてるけど、何にも形を持たないんだけれども、ある不透明さを帯びながら分厚い厚みを持って存在している何か、これをねどう言うのか。一番多分ねそれを表すのに近い言葉があるとすれば、僕はニーチェの力だと思うんです。ニーチェの力って作用じゃないんですよね。ニーチェの中ではある種の存在でもあるわけです。存在でもあり、存在の作用でもあり、あるいは存在と存在との間で生じる関係でもある。そういうものを一切合切、そういう作用ってものを全部含み込む形で言われているのは、僕はニーチェの力だ。もう一つついでに言うと、これに一番近いものがあるとすれば、カントのもの自体だと。カントのもの自体も人間の意識によっては絶対に捉えられないものだと。僕はね、カントっていう思想家、すごく面白い人だと。ある面で言うとね、カントは近代哲学の近代関連論の、一番典型的な議論をやってるわけだけど、ところがカントは物自体っていうふうに言った。この物自体には人間の意識が到達できないと。ヘーゲルはこれは主観的関連論だって言って、それを否定していわばカントのもの自体というのを絶対精神に置き換えて、人間の意識精神の働きというものは捉えることができるものだというふうに置き換えたわけですよね。でもカントはもの自体には人間の意識が到達できないと。つまり感知し得ないものだと。得体の知れないものなわけです、はっきり言えば。このブヨブヨした得体の知れない、なんだかわけのわからないものがうごめいてる。世界ってのは結局このうごめきなんじゃないか、究極的には。このよくわからないゲル状の吉本さんの言葉をね、再度使えば、このゲル状のブヨブヨした不透明な、何か得体の知れないうごめいているもの、これしか世界っていうのは存在してないんじゃないか。これスピノザの実体動画と違いますか？ちょっと似てます。そうなの。いやむしろね、スピノザの自然の方がいいかもしれないですね。実体でもいいわけだ。自然って言っても実体って言っても。そうなんですよ。ここにそうしてる一番最初のこれそうこれも実体のことを回復するんですね。そうなんです。そういうことなんです。存在を構成する本質っていうのが言い方ですね。それでちょっと今ちょうどなんで、このソシルの方の今日のプリントを見ていただけますか。172ページのところをちょっと見ていただきたいんですね。横に398っていう原ページがついているあたりですね。ページとしては172、173のプリントです。
そこの4行目からの段落のちょうどところですね。結局概念の純粋に自然的な塊、言語から離れた塊はそれだけではそもそも何かを区別することができない、形のない星雲のようなものです。これが今吉本さんが引用したところとも対応しているわけですね。ですから同様に言語についても同じことが言えるわけです。さまざまな概念が何か事前に存在するものを表彰することはありません。それぞれきちんと区別され、事前に確立された概念も、これらを表す記号も存在しません。思考の中には言語記号なしに明らかなものなど全くないのです。これは重要なことです。一方ではっきりしない概念の多くとは別に音の王国が、それ自身は概念とは別に前もって明らかな概念を提供することはないと。音においてで、だから音の区別でそこにはしごみたいな図があるわけですけれども、いわばね、これは例えばそうだな、一番あれなのは皆さんところてんってどう作るかご存知ところてんそうそうあれなんですよ。今ここでソシールが言ってるこれなんです。要するにゲル状の塊ってもともとの寒天なんですよ。それをギュッと押すと区切られた網の目からところてんが出てくるわけです。ところてんが実際の言葉なんですよ。だから我々はところてんを見てところてんだと思ってるわけだけど、ところてんは実は寒天なわけですよ。でこの牛がこれが文法であり当時法でありね。でね、ソシュールの議論は2通りに読めるわけですよ。だから出てきたところてんだけがね実在しているから、そこのところだけを見ればいいという議論ね。これはバイたちの最初の一般言語学講義の中で彼らが記号原理みたいなね形で言おうとしたのはこれなんだ。でいわゆるスタティックな構造主義ってこれなわけですよ。ルールがあります。ルールを当てはめるときちんと分節化されますと。じゃあ分かりじゃないですよ。分節化された像だけを我々は相手にしましょうと。こういう議論になるんですよ。これ構造主義。でもね、ソシュールが考えたのはそうじゃなかった。っていうのもソシュールはそこを突き抜けたわけですよ。話していることしかないと言ったときに、その話すって何だろう。話すって少しちょっとこうポエティックな言い方すればね、話すって人間の生命のリズムであったり揺らぎでもあるわけじゃないですか。さまざまな要素の揺らぎやざわめきであったりね、話すっていうことの中には単にルールに合わせて何かを語るっていうようなことだけでは全然収まらないようなね。思ったら要するにその話すって、話すっていうのは具体的にしゃべられなくてもいいんですけど、人間以外にはできないことのあれですよね。話す、おそらくこの話すっていうのは非常に人間であることの意味と同じくらい重要な。いやそうです。ただその人間っていうのをその自己意識に還元することはできないと。だからね、この場合その今さっきから塊とかゲルとか力とかね、いろんな言い方、物自体とかいろんな言い方をしてるわけだ。それは吉本さんに言えばここに当たるわけです。吉本さん言ってるここの世界ってね、だからさっき一番誤解だって言ったのはこれをヘーゲルで理解しちゃってるからなんです。でもそうじゃないんだ。これね、ソシュールで理解できるんですよ。この図式をソシュールが言ってるような形でもっと得体の知れない塊がある。これソシュールの方に今今日いただいたんですけど、この歌詞と意味っていうのはこの使い方ってユトンさんも使うような、ちょっと違うんでしょうけど、歌詞と意味っていうのはこういう対応させ方をソシュールしてるんですか。だから意味という言葉は
じゃあこの後の議論にねちょっと先取りする形になるけど、意味という言葉はさっきの言い方では押し出されてきたところてんのレベルの話になる。価値という言葉はむしろそこで塊ゲル状にある観点がなぜところてんになっていくのかと。沈黙から表現中。そうだから沈黙がなぜ発語に転化されるのかっていう、ここのところを含めて考えないと価値って概念出てこないよ。吉本さん、あるそうでこの疎外のことを表現っていう言い方してたんですよね。それ要するに今やったらその価値、まあ、今語るというかな、話してもいいんだけども、で、その矛盾っていう表現っていう、疎外を表現としてもいいですよっていうのは。だからそこのところに関連してもう今日そろそろあれなんで結論のところに持っていかなきゃいけない時間です。そうするとそれを受ける形で5のね関数字の5のところを読んでいかないといけない。このところはねやっぱり改めて一番ここは重要なところだと思います。で価値を成立する条件として吉本さんこう言ってるわけですね。関数字5の1のところで、第2段落目のところかな、言語の価値とは何か、語句ありふれたところから始めてみる。口頭時の価値という概念は言語の意味する事柄がより鮮明か鮮明でないかとの関わりに深いのではないか、そういう思いがどっかにあるようなわけ。このありふれていても根拠ある言葉の意義、シグニフィケーションと価値との混同を踏まえて、価値は概念の角度から見ると疑いもなく意義の一要素であるが、後者は前者に依存しておりながらどうしてそれを区別するのかは難しいと。ただ一番分かりやすいのは今その第一図とその次に来る第二図ですね。第一図シニフィエット・シニヒャン、これはもうソシュールっていうと必ず出てくる一番有名な図式だけど、意味するものと意味されるものと。でこの時にこの単独で取り出されたこれはもう要するに固定化されてるわけですよね。でこの時にこの初期シニフィエ、これは意味になるわけ。でもじゃあこの意味って単独にこの記号の中で持続的に成立するのか。でもそんなことはない。そこが一番ソシュールの問題になるわけですよね。じゃあそれは一体何かと。次のちょっと第一図の後のところですね、単行本では72ページになりますけど、ソシュールによれば言語の価値はこうして規定された意義とは全く違う。価値は言語として出会って関係の面を作る2つの要素、言い換えれば概念と聴覚映像の間、つまり一つの言語の内部では生まれない。ソシュールの図式では価値は言語と言語の間の矢印で表示されるということで第2図になるわけですね。でこれだとさっきの話で交換ということで終わりになるんだけれども、実は吉本さんの言い方で言うとどうなるかな。ここのところですかね、非常にこれ難しい言い方をしてる、分かりにくい言い方をしてるんだけど、ソシュールの第2編第4章小林秀夫訳と書かれた引用があって、その後ですね、ソシュールが言語の価値と意義とはっきりと分離できているわけは、言語を概念と聴覚映像が結びつく境界の領域として考え、この結びつきの場面を形態を生み実態を生みはしないとみなしているからだと。
でもし言語の意義を言語の実態にくっついているものとみなし、価値を一言語とその前後につながった言語との外在的な差異から作られる実態とみなしたら、この2つはどこかで重複するはずのものである。どうしてかといえば、言語の価値やいえば言語の意味を裏の反面に隠し、また言語の意味や価値を裏の反面に隠しているとみなされるからであると。で多分吉本さんも非常にもどかしく思いながらいろいろこう模索をしてるんだと思うんだけれども、なんて言ったらいいかな、この図式の問題にもなるわけですけれども、ここがこうなる。この世界とこの実際の言葉の関係、ここのところですよね。でここのところで価値が成立するわけです。価値でこれはもちろん1対1の関係だけで成立するわけじゃなくて、ある種の関係性の中で成立するんだけど、ただ価値というのが A と B、C といういろんな素子の理解にも関わってくるわけだけど、そういうその横に水平につながっている記号単位の間の再生とリファレンスだけでじゃあ価値が成立するのかっていうと、実はそうじゃない。そうじゃないところが一番重要で、それでだからさっきから力とかうんぬんって言ってる。もう一つあるのは何かっていうと、さっきの実態の問題になるんだけれども、実態と形態っていうものが出会う場所とでも言ったらいいのかな、価値っていうのは。マルクスもそこのところものすごく苦労して資本論へね行くときにものすごく苦労してるわけですよ。形態を生み実態を生みをしないって言っても、形態自体がそうなんか単位になっちゃう。だから形態だけが単位になると、実態見ないって言ったというのは、この実態って言葉はね、何か難しいんだけれども、実態って言葉をやっぱり講義の中でも使っているんだけれども、およそソシュールの考えている実態っていうのは、あるいはソシュール自身が考える実態ってむしろ言ったかな。で形態であって実態ではないって言った時の実態っていうのは、おそらくソシュールが考えている実態とは違うもんだと思う。ヘーゲル的な意味っていうかね、伝統的な意味での実態だと。伝統的な意味では実態にならないわけです、価値っていうのは絶対に。ただじゃあ価値っていうのは形式だけかっていうと、そんなことはない。形態だけかっていうとそんなことはない。価値形態論ってマルクスは言ってるけれども、実は価値っていうのは形態だけでは終わらない。逆にそのことに最も鋭く突っ込んだのが僕はニーチェだったと思う。ニーチェが価値の問題を力への意志という問題とつなげて考えなければいけなかった最大のポイントっていうのはそこにあると。価値は力なんですよ。そうするとさっきのスピノザになるんだな。まさにスピノザの実態なわけです。その場合は無限の実態なので、形態も全部含み込んじゃうんだけれども、要するに何かっていうと根源的な産出性みたいな。だからね、さっきから僕もすごくもどかしいんだけど、多分吉本さんも感じてたと思うんだけれども、何か自分の内にあるもやもやもや、自分の内にあるって言い方はちょっと主観的なね言い方でちょっとまずいかもしれないけど、自己意識というのを超えてあるような何かもやもやした塊のような、それがこうせり上がってくるっていう構図というものを抜きにして実は価値というのを語ることはできないということ、この点でね、僕はソシュールと吉本さんは季節して一致したんだと思う、そう考えていい。つまりこの拡張論の5のところでね、吉本さんが言おうとしていることとソシュールが最晩年アナグラム論でねやろうとしたことっていうのは実は季節して一致したんじゃないかと。
ちょっとこれはすごく乱暴な言い方なのかもしれないんだけど、僕はそう考えていいような気がしてきた。それはこれなんですよ。ただそれだと言語内部だけで決定できないから別のモデルを持ってくるんじゃないか。後ろさんとそうするとね、もう一つ連想ついでに、これに一番近いモデルっていうのはフロイトの S なんです。S モデル。なんかラカンみたいにそうモデル持ってくるしか手が違うなって。そうするとね、ここのところでこのソシュールと吉本さんがここで到達している問題っていうのをもう一つ解く手がかりはもしかするとラカンにあるかもしれないっていう気がしてくる。ラカン無意識は言語的なものだって言ってますね。でしかもね、ここでの議論にちょうどラカンの中でそういうのはここがラカンでいうと象徴界になる。ここが現実界になる。そしてここが記号界になる。で記号界で何が起きてるかっていうと、現実界っていうのは絶対に現実界ってなってるんだけど、実は現実化しえないがゆえに現実界になる。絶対に我々の意識の中には上ってこないものが現実界なんですね。それに対して象徴界っていうのはすでにオイディップスの段階を経てはっきりと確立された自己意識に基づく世界というのが象徴界。じゃあこの現実界と象徴界を結んでいるこの記号の世界っていうのは何かっていうと、楽観的に言うとこう無限にシニフィアンがシニフィエを汲み取ろうとするんだけど、汲み取ることが不可能な、完全な汲み取りが不可能な世界。つまりシニフィアンが意味するものは無限に反復されるんだが、その無限に反復されるシニフィアンがこの現実界を前提として成立するシニフィエ、意味されるものの世界を汲み取ることなど絶対不可能だと。あらかじめ不可能であることを限定された中で行われているのがこの記号界におけるシニフィアの運動である。だからシニフィアの運動はないわけですよ。楽観的に言うとシニフィアの運動しかないわけです。無限のシニフィアの運動しかないというごめんなさい、そういう言い方をはいどうぞ。今ラカンのことで現実界とか象徴界で、記号界って、一般的に言うと創造界が記号界って創造界のことです。ごめんなさい。記号界って言い方しています。これ創造界のことです。創造界。だから創造界っていうのは無限のシニフィアンの運動で構成されているわけですよね。だからここはもう絶対にそのまま現れることはありえない世界。ごめんなさい。記号界のことついつい引きずられて創造界のこと。現実界、創造界、象徴界。今柴崎さん言ったようにおそらくここでラカンを導入して考えると、今ここで僕が言おうとしていたこと、あるいはおそらくは吉本さんがソシュールの議論を読み直す中でぶつかった問題っていうのが見えてくるんだという気がするんですね。それはもうまさにこのラカン風に言えば象徴界と創造界と現実界のこの3つの位相というものの関係をどう考えるかっていう問題。これ逆って言えばだけど、ラカンがこういう発想を得たのはソシュールからなんですよね。ある面から言えばね、もちろんフロイトはあるんだけれど、ソシュールがなければおそらくラカンはこういう発想を得ることはなかったはずだと思う、ね。でね、そのことを考えた上で、ここがすごく面白かったのは第4図ですね。第3図、第4図。さあ、皆さんここをどう読んだか逆にお聞きしたような気もするんだけれども、ソシュールの言語の価値や意義と
と比べるために私たちが前に展開した言語とビタは何か言語美学の意味と価値と同じように図像化してみる。それが第3図第4図。私たちの言語では一言語は指示表出価値と自己表出価値が絡み合った可視体となるから、自己表出から見られた言語の指示表出性が一言語の意味となり、指示表出から見られた言語の自己表出が一言語の価値になる。で、言語単位がつながって一つの言語系列が表出性のモチーフに沿って展開されて文になったとき、この文は同じであっても意味のつながりとして見ることと価値のつながりと見ることは全く違うと。さあ、これをどういうふうにで、上の例えば第3図の方から見ていくと、左側が価値像で右側が意味像なわけですよね。で、この矢印が横を向いてるか縦を向いてるかの違いなんだけれども、一言で言えばこの対比で言っちゃうとこの文章って言ったらいいかな。価値像が対応しているのは沈黙だと思うんですね。で、意味像が対応しているのは発語だと思うんです。そう考えたときに、実はこの沈黙の有意味性のエッセンの中で、沈黙という言葉を吉本さんの中で置き換えるとすれば、僕はやっぱり自己表出かなというふうに思う。で、発語の方が自己表出への傾向性とぐらいに言った方がいいのかもしれないけど、それに対して発語の方が指表出への傾向性と。これだとどうしても発語とか直角へと知覚の領域になっちゃいますけど、これだと内臓になっちゃうんだろうね。そうそう。沈黙とか言っちゃうとね。もうちょっと分かりやすくて、いや単なる比喩ですよ。思いつきに過ぎない。単にあれじゃないですか。最後の吉本さんが言ってた見吉良のよく持ってるわけですね、自分がやってる領域がね。いやらずのでも心理学じゃないんだという。じゃあそのことの意味は何かっていうのは。でね、今、柴原さんが三木修行の話が出たけれども、確かにこの吉本さんの議論をもう一つの方向性で読むとすれば、前回もお話ししました。これは当然誰しもが、吉本さん読んでる方なら誰しもが想定するところだと思うんですね。やっぱり三木修行の内臓感覚論というものにこれは非常に近く、この沈黙の問題っていうのをね。ただちょっといきなり三木修行の内臓論にねつなげていいかどうかっていうところはもう少し丁寧に読んでみる必要があると思う。ただここでは僕はあえて少し乱暴な整理かもしれないけど、沈黙を自己表出への傾向性、発語を指示表出へので、だからその両方、もちろん沈黙の中にも指示表出への契機というのがないわけではない。だから一番最初に山田さんから出たね問題ともつながるけれども、話す瞬間しか存在しないという論理と言葉は通じなければいけないという論理は、吉本さん的に言えば自己表出性と指示表出性の交差という形で説明することに多分なるだろうし、ソシエルの場合だったら何になるのかな、そこのところがやっぱりこの落語に言えば象徴界と現実界と創造界というもののこの位相の区別重なり連なりというふうな形で捉えられることになるのかなって気もするし、ただね、僕自身まだ自分でちょっとソシュールがどう考えていたのかっていう自信を持って言い切れるところまでは。ただ残念ながらアナグラム論ではなんか原点っていうのは日本じゃまだ翻訳されてないんですよね。だから丸山さんの研究やなんかを通じて間接的には知ることができない、残念なんですけどね。なんかこれ本当にでもすごく心理上の領域にあるとかですね。そうそう。だから心理的な主体が行う主体がって言葉で言ったりね。そうなんですよ。あれこんな言葉ソシエルが使ってんのかなって思うような言葉っていうのがね出てくる。心理的なこのなんか構造をねものすごい考えていただいてるんです。それがうまくなんか
言い切れないっていうか、なんか、だから地方に行くんだけど、言われるとか。ソシュールを言語中心主義とかね、語られた言語中心主義であるとか、表彰された記号中心主義であるというふうに理解するのは最大のソシュールの誤解になっちゃう。でもう一つだけね、挙げておくと、ソシュールの174ページ、これすごく面白いなと思ったんだけど、本当にね、こういうところのソシュールのラディカリズムっていうのかな、そういうのがよく表れてると思うんだけど、174ページのその言語以前にはシェール、シェールってものだったかな、なんて言っちゃうっけ、シェールって忘れちゃったな、シェールは196、親愛なるか。言語以前にはシェールの概念を持つものなど何もないことが分かります。ですから次のような表し方、概念、シェール、聴覚イメージ、シェルは有用ではありますが、フランス語にはシェルという特定の価値があり、それはフランス語というシステムにおいて他の項との対比によって区別をされていることを言い表す一つのやり方に過ぎません。ここを読むとね、ソシュルって、記号的差異の原理で言葉を説明したっていうふうな見方がいかに船舶なね見方でしかないかっていうのはよくわかると思う。彼自身そういう言い方を肯定してるわけじゃないわけ。だからその後ですね、ある量の概念とある量の音とのある組み合わせ、だからこれじゃなくてこれなんですよ。言葉ってここに還元されちゃうわけです、そうしこれとこれをね重ね合わせればソシュールが考えていた言語です。じゃあこういう形にならない形っていうのは根源的に依存しているものは何かっていうと、さっきから言ってるよね、あるゲル状の塊のようなものと吉本さんが読んでいるものと重なり合っている。 S かもしれないし、物自体かもしれない、力かもしれないし、丸山さんだったら生命っていうんでしょうね、きっとね。丸山慶三郎さんは彼の文化の過剰っていう最後の論文集だったかな、あれの中では生命っていうふうな捉え方をしてたとね。ただ藤田さんが言ったようにね、こういう言い方は非常に気をつけなきゃいけない。ある種の心理学っていうか生物学的な発想に還元される恐れがあるんだけど、そういう議論をしてるわけじゃないんですね、そうしよう。内的なものなんか、今もやもやみたいなもんなんかそうその概念とつなぎたいっていう感じなんですよね。だからね、ここへ来ると、今度はソシュールとフロイトのつながりの問題になるんですね。で実はそれはマルクスにもある。マルクスだったらね、なんだろう、経済学って経済学批判要項だったかな、要項の中で使ってる労働力能っていう言葉がね、アルバイツ・フェア・ミューゲンっていうマルクスの議論でいうと、労働力というのは対象化された形態になるわけです。それは力って言葉は使われてるけど、この力の使い方っておよそニーチェとは正反対の力の使い方。力がむしろニーチェ的な意味の力が失われて形態化されちゃった労働の状態を表すのは労働力になるわけですね。でそれに対してそういう形態化される以前の今言ったゲル状の塊の状態にある労働を表す言葉としてグルント・リッセでマルクスが使った言葉は労働力能っていう言葉、アルバイツ・フェア・ミューゲンっていう言葉ね。労働力がアルバイツ・クラフトなのに対してフェア・ミューゲンっていうのは能力とかそういう意味になる。だから形にならないもの。価値以前の使用。まあそういうふうに言ってる、価値以前の価値でね、まあそういうふうに言ってもいいかもしれない。でね、この領域だね、19世紀の後半から20世紀にかけて、この領域をてこにした形で、それまでのヨーロッパの思想のね、伝統や思考法というものを根底からひっくり返そうとする動きが、季節地一斉に出てきた。マルクス、ニーチェ、ソシュール、フロイト。これだと労働を阻害として見ないみたいな感じなんですかね。
難しいな。どうしても発いや生ね、阻害って言葉よりは僕は対象化って言葉を使いたい。対象化、そうん、の場合は労働を対象化として見ないっていう。対象化としてだからね、マルクスに関してももう一つのねマルクスの誤解として、マルクスをヘーゲル流のマルクスの労働論をね、ヘーゲル流の対象化論で読んじゃうっていう、これが僕はマルクスの最大の誤読だと思ってる。系鉄走行そう書いてなかった？うん、でもね、あれも読み方によっては対象化論的に読む必要がないって言ったらいいかな。対象化論とは違う形で読み方ができる。反映論でもないんですよね。反映論でもない。あえて言えばスピノザ的に言う自己産出性ですね。労働は自己産出的なものだと。だから主体が客体に対して働きかけるのは労働じゃなくて、労働は自然自体の自己産出性の表れであると。その場合知性とか観念みたいなのはあれは反映してるだけってわけじゃないんですよね。なんていうの、なんだろうな。沿って存在してるというのか、だからそれはそれこそね、だから何度もここで繰り返し言ってるのでバカの一つ覚えみたいなの、こういう発想の延源は全部スピノザにある。だからね、今言ったこの19世紀のマルクスとニーチェとソシュールとフロイトをつないこの思考革命って別な言い方すると僕はスピノザ革命だと思ってる。構造主義がスピノザを使ってヘーゲルを批判しようとしたみたいな。そういうこと。なぜマシュレーとかね、特にアルスセールがそうだけど、なぜスピノザを使ってヘーゲルを批判しようとしたのか。今一番典型的なマシュレーの本なわけだけれども、それはそういう意味がある。これはね、スピノザ革命なんですよ。で、僕は日本の思想家の中でスピノザに一番近い思想家は吉本さんだったんだということを改めて今こう感じるんですよ。ヘーゲルで読んじゃいけないんですよ。吉本さん自身がヘーゲルとかね言ってるからちょっと誤解を招くとこあるんだけど、吉本はヘーゲルで読んじゃいけないんですよ。スピノザで読まなきゃいけない。石垣さん、この辺一番石垣さんの関心のあるところじゃないですか。こう振るのがいいのかどうかはね。山本哲司さんなんかやってるあれやっぱ労働もだから一つの資本パワーというような形で読み替えてるのかも、今の議論と通じるのかなと思って山本さんの言い方で言うと、今僕が言ってる問題ってのは場所の問題になるんだよね。場所ってのはまさに自然の自己産出性の現れるところなんですよ。それが場所なんですよ。だから山本さんは資本っていうものをその自然の自己産出性のパワーとしてね読み替えようとしてるんだと僕は理解をしてるんですけどね。資本って言葉を使うから誤解される。別に分かんないですね。山本さんの使ってる使い方よくわからない。本当に系鉄走行で、その自然の自己産出性として書かれてるのあれ。僕はそういうふうに読めると思う。それがね、それがライデンシャフトなの。熟成。田中吉六はそういうふうに読もうとしてる系鉄走行。田中吉六。田中吉六、僕はね、だから日本のマルクス主義者の中で一番尊敬する思想家の一人が田中吉六なんだけど、田中吉六が系鉄走行の中でライデンシャフトね、熟成という概念、熟ってこうですね。そういう熟ね。熟成ね。人間そのものが軸的な存在であると。ライデンシャフトっていうのはドイツ語で情熱って意味があるんですね。だから苦を受ける、苦しみを受けるがゆえに情熱的であり得ると。普通そういうふうに理解されるんだけど、僕はねもうちょっと
ずらして熟成っていう概念が言ってる問題のは自然に対する主体の根源的な受動性だと思ってる。要するに主体が自然に対して能動的にね働きかけるんじゃなくて、主体が自然に対して塾的である、つまりパッシブであるという受動的であるという。人間を能動性、さっきからの話で言えばヘーゲルは人間を能動存在として捉えようとした最も典型的な思想家だったわけです。そうだすればこの今日言った思考革命の問題のポイントっていうのは能動から受動へっていう問題として考えることもできるわけです。身体現象論ですよね。身体現象論で一番基本ですよね。そうそうそう。人間の存在は不公正であるっていう。そう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 。先生、田中吉郎の話されましたけど、山口さんはそういう読み方ですか？山口康さん。山口さんね。で、それは山口さんに出すとね、ちょっと都合が悪いから言わなかったんだけど。というのは山口さんはフォイルバッハ主義者なんでね。まあただね、山口さんの読み方もそれに近いのは分かる。現代書で連載されて、あとマジカあれでこう出されてましたけど、そういう感じのまとめ方されてました。だから能動から受動へという展開、まあだから島田さんちょっと言ったけどね、こういうところへ全部還元していった時に後に人間の理性とかね、知性とか認識能力とかそういうものを一体どうやって保障されるのかってことを、これはもう一つ問題になるだろうとね。だからそこは本当にフロイトなんかの問題でもあるし、僕自身で言うと今言った問題は多分アルツェルの問題になるんだろうとね、一番ねアルツェルの議論の中で問われそうな気がするんだけど、アルツェルの中における理論と実践の問題というふうなところになるんだろうと思うんだけど、ただねやっぱりこの革命の意味っていうものをつかむということが、僕らそのソシュールを読むにしてもマルクスを読むにしてもニーチェを読むにしても、それから肝心の吉本さんを読むにしても、この革命の意味ってものをつかめるってことはすごく重要な。熟成ということとゲルとおっしゃった、それは同じことですか？そのゲル的なもの、塊的な力的なもの、つまり対象化以前にあるね、そういうものの根源性を認めるってことだと思う。一義性を認めるってことだと。ね、いや熟成だとフォールバッハとかなんか思い出しちゃうんだけれど、だからね、フォールバッハそういうふうに読めるとこもあるんだよ。ただね、難しいのは類なんだよね。類だからフォールバッハってフォールバッハの問題っていうのは類性の問題ともう一つ身体性なんですよ。だから自然に対して受動的でなければいけないっていうことを最初に言った思想家はフォールバッハだという評価は当然あり得る。そういう点ではね、フォールバッハは非常に革命的な思想家であったことも確かな。ところがしてるっていうのは一種苦しいですよね。やっぱり塾的ですよね。もやもやしてるもの出したいけど。いや、そう。いや、だからその意識化し得ないものだから。意識化し得ないもの。意識化し得ないものの方に優先性を与えるっていう発想ね。つまりそれまでの特に近代のヨーロッパ哲学っていうのは全部意識化できるもの、能動的に意識化できるものの側で全部語ってきたわけじゃないですか。ただ自然がゲルとか言っちゃったらば、それを熟すんだっていうふうに言っちゃったらば、単に反転させてるだけで、主体と人間が労働によって自然に働きかけるっていうのと、いや言い方を変えてる。それが建設倉庫の問題。宇多さんさ、身体現象論の原生的阻害っていうことと、どのそこを考えるんですか？原生的阻害はその図で言うとね、現実界だと思うよ。で、象徴界と創造界っていうのは、純粋阻害。純粋阻害。そう、その通りですね。そう。そういうふうに考えていいんだと。それで今の議論は、フロイトで言うと欲動論で、その無意識のところと、それまでは意識だっていう世界観が
真理の世界であったんだけど、フロイトのところで無意識だって言い出して、これわけのわかんない世界に入ってきたみたいなところと、今の議論。まあ、フロイトだ、さっき S って言ったけど、リビドって言ってもいいかもしれないね。むしろその今、ゲル状の塊とかうんぬんって言ったのは、フロイトで言うとリビドって言い方が一番。吉本さん、原生的阻害ですね、それのところに。まあ、その原生的阻害の領域と。だ原生的阻害の領域についてもやっぱりずっと僕ら少なくとも僕個人はやっぱり誤読をしてたなって感じがするんですよね。だからむしろ今田さん言ったように羅漢の現実界に対応するような形で原生的阻害を読まなきゃいけなかったのをやっぱり普通の阻害論みたいなね発想で読んじゃったっていうところがあったり。ただ自分たちの阻害っていうのはやっぱりマルクスのその自然哲論から出てくる自然哲論から出てくるあそこで阻害って言葉が出てきてるんでデザインから出てきた言葉じゃないって言ってるんでこれはやっぱり連携してるだからあの時点だからね言語にとって美とは何かにも感じるし心霊現象にも感じるんだけれどもやっぱり語彙のなんていうかな制約っていうのは僕あったような気がするんですね。阻害っていう言葉を使わざるを得ない制約というのがね。でも自分たちの阻害っていうのはものすごく大きなそれは林さんがずっと言われてたまだ1965年代ぐらいの時は吉本さんもどこか対象かみたいな対象か論で考えがどっかにあって言おうとすることはそれ以後そうじゃないんだけれども対象か論の語彙でしか語れないだったんでまあそれは別な言い方さヘーゲル的語彙で語るしかない。でもタイタス問題とか今出てきますよ。ある時吉本さんとかタイタとかタイタソンタイもすでにやっぱりそれはヘーゲルやなんかにある言葉だからタイタは出てきてもおかしくない。タイタ出てくるね。で今日の先生の細かい話を聞いてこうなるほどなってそういうことだなっていう私なんかにそこのところはないもんだからなるほどなと思って聞いてたんだけど一番こうやっぱり吉本読んでてこうなぜなのかななぜなのかなってやっぱりカール・マルクスの読み方、つまり自然阻害論っていうんですねあれをああいうふうに読んだ背景には私の場合には文字面からしか読めないんだけどもいろんな角度から今先生が話したようなことというのがまあ噛み合ってるっていうんですかね。だから特にマルクス機構ねカール・マルクスのマルクス機構はさっきの言い方で言えばやっぱりスピノザ的に読まなきゃいけない。それはなぜ吉本さんが経哲相互に着目したか。それは自然哲学だって言い方は何回もしてるわけじゃないですか。その自然って言葉の意味をね対象化される自然あるいは主観が客観に働きかけるという主客図式の中で捉えられているような自然という形で捉えては多分いけないんですよ。だからずっともう本当に坊主懺悔だけどやっぱり僕自身本当に吉本さんを誤読してたなっていうのはつくづく感じるところなんです。なぜだから吉本さんが独自なカール・マルクス論の読み方をできたのか。だからねそこのところ、それはもうソシュールが何で出てきたかニッチェが何で出てきたかみたいな問題と同じになるわけだけれども19世紀末から20世紀にかけての、さっき言ったヨーロッパの社会の変化というか展開というのにもし日本に当てはめるとすれば僕はやっぱり60年代だと思うんですよ。ちょうど高度成長が始まって、本格的な日本における、市民社会っていうのか産業社会っていうのかとにかくその膨張が見られたわけじゃないですか。大衆社会論が出てきたり最初の松下圭一のような議論が出てくることなしにはやっぱり吉本さんの中でああいう議論が出てくることは僕はなかったんじゃないのかなって気がするんですけどね。吉本さん松下圭一なんか軽蔑してたろうけれどもであるならばその吉本さん自身がね、阻害論で読んで
いてもおかしくないわけ。まあそうね。建設そう投稿を僕なんか岩波のでしか読んでないからさ、いや、岩波それこそ田中吉六じゃないですか。田中吉六ですか。だから篠塚昇と田中吉六の協約でしょ、岩波文庫。あ、そうか。そうしたらそういうふうに、でもそういうふうに。いや、まああれは田中さん解説そんな解説書いたのは篠塚さんじゃなかったかな、確かね。だからそういう意味では、でも岩波のってそんな昔に訳されたんですか。あれはね、56年ぐらいじゃないかな、56年、67年で。だから当時やっぱり田中さん一人じゃね、なんで篠塚さんつけたんでしょう、岩波としてもね。なるほどじゃねいええ。ちょっと今日あれなんで、まあ、5は終わりきれなかったんで、来週じゃない、来月ですね。来月多分最後になると思います。5のところ、5の、まあ、2からということになる。5の2のところから最後のところを読むという感じになるかと思います。いや、ここのところね、もう一回、まだね、僕、十分に読み切れてないんで、もう一回読み直して考えたいと思うんだけれども、それで先ほど申し上げて、皆さんに異論がなければ、このまま帰化論、これが終わったら入っていきたいと思うんですけど、よろしいでしょうか。次の帰化論。ちょっと少なくとも僕個人としてはっていうふうに言っちゃうといけないんだけれども、帰化論から自然論までは続けてちょっと読みたいなという。やっぱり意味は面白いですよね。この帰化論、拡張論、帰化論、自然論までのね、この議論というのが、さあこの後半がさっぱりね、もう訳が分からなくなってきて、パライメージ論までぐらいまではいいんだけど、段階論あたりが非常に難しくなって。でも考えると段階論ってアフリカっていう段階の中に日本も出てくるし、なるほど。段階っていう概念なんかやっぱりめちゃめちゃいろいろなんか大事なところになってきちゃう。これなんか完全に文学論になっちゃってるから、なんかまあこれは後半の方は文学論になる。元のテキストとかと対比しないと分かんなくなるかなって気も。いや、まあそうね。まあとにかくその辺はあれで、とにかく自然論までは。それで次回は10月24日でありまして、次は11月が、ちょっと待ってください。次が10月の24日、24日で10